こんにちは。今回は大学生の春休みをテーマに自由な時間の過ごし方やその中で感じたことについて詳しくお話しします。ぜひ最後までご覧ください。私は大学生で現在は春休みの真っ最中です。授業や試験に追われることがないため、普段よりも余裕のある毎日を過ごしています。大学の春休みは想像以上に長く、自分の時間を十分に確保できます。そのため、趣味や将来のための活動に集中する絶好の機会でもあります。春休みの朝は時間にせかされることなく、ゆったりと始まります。目覚まし時計を何度も確認する必要がないので、気持ちにも余裕が生まれます。予定のない日は、あえて何もしない時間を楽しむことがあります。ソファーでくつろぎながら過ごすひとときは、心身をリフレッシュさせてくれます。家でのんびり過ごす日は、動画やテレビ番組をまとめて見ることもあります。気づけば数時間が経過していて、自分でも驚くことがあります。夜になると、好きな動画を見ながら、一日の疲れを癒します。静かな時間の中で過ごすひとときは、春休みならではの楽しみの一つです。今日は天気が非常に良く、家の中にいるのがもったいなく感じました。そこで気分転換も兼ねて外出することに決めました。以前から友人と約束していた遊園地へ向かいました。久しぶりの外出ということもあり、到着する前から期待で胸が高鳴っていました。遊園地ではさまざまなアトラクションを楽しみ、思い切り遊びました。笑顔の絶えない一日となり、時間が過ぎるのを忘れるほどでした。特に印象的だったのは、観覧車から見た景色です。高い場所から街並みを眺めていると、日常とは違う視点を得られた気がしました。帰宅後は気持ちを切り替え、大学の課題にも取り組むことにしました。遊ぶだけでなく、やるべきことを進めるのも大切だと考えたからです。ところが、勉強を続けているうちに、強い眠気に襲われてしまいました。集中力も落ちてきたため、その日は無理をせず、休むことにしました。春休み中も生活リズムを崩さないよう、アルバイトを続けています。社会経験を積みながら収入も得られるため、とても有意義に感じています。アルバイトで貯めたお金を使って、以前から欲しかったものを購入しました。自分で働いて得た収入なので、満足感もひとしおでした。公園では桜が満開を迎えており、春の訪れを実感しました。美しい景色を記録に残そうと思い、写真もたくさん撮影しました。春休み中は自炊をする機会が減り、手軽な食事に頼ることが多くなりました。特にハンバーガーは便利なので、つい何度も食べてしまいました。さらに、自宅の近くにあるお気に入りのラーメン店にも何度も足を運びました。気軽に利用できることもあり、春休み中は外食の機会が以前より増えてしまいました。最近は好きなものを気ままに食べる日が続いていました。その結果、少しずつ体重が増えてしまい、このままでは良くないと感じるようになりました。そこで、無理なく続けられる運動を探すことにしました。まずは毎朝のランニングから始めて、
少しずつ体力をつけていこうと思っています。食事の内容も見直そうと思い、栄養のバランスを意識するようになりました。以前よりも野菜を選ぶ機会が増え、健康への関心も高まっています。せっかく買った食材を活用しようと思い、自分で料理を作ってみました。予想以上に美味しくできて、料理の楽しさを改めて感じました。その日は朝から雨が降っていて、外へ出るにはあまり向かない天気でした。無理に出かけるのではなく、家で有意義に過ごすことにしました。普段は後回しにしてしまう場所まで丁寧に片付けました。部屋が整うと気持ちもすっきりして、とても満足感がありました。時間に余裕があったので、以前から気になっていた髪型を整えることにしました。見た目が変わると気分も明るくなり、新鮮な気持ちになれました。ずっと気になっていた課題にも集中して取り組みました。すべて終えた時には大きな達成感があり、とても安心しました。規則正しい生活を意識したことで、一日をより有効に使えるようになりました。朝の時間を活用すると、気持ちにも余裕が生まれると感じました。長いと思っていた春休みも、振り返ればあっという間でした。楽しい思い出が多かっただけに、終わりが近づくのは少し残念でした。休み中に経験したことを今後の生活にも生かしていきたいと思います。新しい学期でも目標を持ちながら前向きに頑張っていくつもりです。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は大学生で、現在は春休みの真っ最中です。授業や試験に追われることがないため、普段よりも余裕のある毎日を過ごしています。大学の春休みは想像以上に長く、自分の時間を十分に確保できます。そのため、趣味や将来のための活動に集中する絶好の機会でもあります。春休みの朝は時間にせかされることなく、ゆったりと始まります。目覚まし時計を何度も確認する必要がないので、気持ちにも余裕が生まれます。予定のない日は、あえて何もしない時間を楽しむことがあります。ソファーでくつろぎながら過ごすひとときは、心身をリフレッシュさせてくれます。家でのんびり過ごす日は、動画やテレビ番組をまとめて見ることもあります。気づけば、数時間が経過していて、自分でも驚くことがあります。夜になると、好きな動画を見ながら、一日の疲れを癒します。静かな時間の中で過ごすひとときは、春休みならではの楽しみの一つです。今日は天気が非常に良く、家の中にいるのがもったいなく感じました。そこで気分転換も兼ねて外出することに決めました。以前から友人と約束していた遊園地へ向かいました。久しぶりの外出ということもあり、到着する前から期待で胸が高鳴っていました。遊園地ではさまざまなアトラクションを楽しみ、思い切り遊びました。笑顔の絶えない一日となり、時間が過ぎるのを忘れるほどでした。特に印象的だったのは、観覧車から見た景色です。高い場所から街並みを眺めていると、日常とは違う視点を得られた気がしました。帰宅後は気持ちを切り替え、大学の課題にも取り組むことにしました。遊ぶだけでなく、
やるべきことを進めるのも大切だと考えたからです。ところが、勉強を続けているうちに、強い眠気に襲われてしまいました。集中力も落ちてきたため、その日は無理をせず、休むことにしました。春休み中も生活リズムを崩さないよう、アルバイトを続けています。社会経験を積みながら、収入も得られるため、とても有意義に感じています。アルバイトで貯めたお金を使って、以前から欲しかったものを購入しました。自分で働いて得た収入なので、満足感もひとしおでした。公園では、桜が満開を迎えており、春の訪れを実感しました。美しい景色を記録に残そうと思い、写真もたくさん撮影しました。春休み中は自炊をする機会が減り、手軽な食事に頼ることが多くなりました。特にハンバーガーは便利なので、つい何度も食べてしまいました。さらに、自宅の近くにあるお気に入りのラーメン店にも何度も足を運びました。気軽に利用できることもあり、春休み中は外食の機会が以前より増えてしまいました。最近は好きなものを気ままに食べる日が続いていました。その結果、少しずつ体重が増えてしまい、このままでは良くないと感じるようになりました。そこで、無理なく続けられる運動を探すことにしました。まずは毎朝のランニングから始めて、少しずつ体力をつけていこうと思っています。食事の内容も見直そうと思い、栄養のバランスを意識するようになりました。以前よりも野菜を選ぶ機会が増え、健康への関心も高まっています。せっかく買った食材を活用しようと思い、自分で料理を作ってみました。予想以上に美味しくできて、料理の楽しさを改めて感じました。その日は朝から雨が降っていて、外へ出るにはあまり向かない天気でした。無理に出かけるのではなく、家で有意義に過ごすことにしました。普段は後回しにしてしまう場所まで丁寧に片付けました。部屋が整うと気持ちもすっきりして、とても満足感がありました。時間に余裕があったので、以前から気になっていた髪型を整えることにしました。見た目が変わると気分も明るくなり、新鮮な気持ちになれました。ずっと気になっていた課題にも集中して取り組みました。すべて終えた時には大きな達成感があり、とても安心しました。規則正しい生活を意識したことで、一日をより有効に使えるようになりました。朝の時間を活用すると、気持ちにも余裕が生まれると感じました。長いと思っていた春休みも、振り返ればあっという間でした。楽しい思い出が多かっただけに、終わりが近づくのは少し残念でした。休み中に経験したことを今後の生活にも生かしていきたいと思います。新しい学期でも目標を持ちながら前向きに頑張っていくつもりです。